こんにちは。熱海駅を今踊り子号が出発しましたが、駅ネットであの列車を予約していたものの、熱海駅の自動券売機と緑の窓口が非常に混み合っておりまして、十数分間に時間はあったんですが、ちょっと間に合わないということでキャンセルしまして、各駅停車で下田に向かっているところでございます。切符の方は緑の窓口のお姉さんが長い列を待ったということでキャンセルしてもらいましたが、午前中の熱海駅は意外と混んだりすることがあるということで、特に私が乗ってきた光500号というのは数少ない熱海に止まる光号ということもあり、その後は列を作ることが多いようでございます。なぜあらかじめ切符を受け取っておかないんだという意見もあるでしょうが、 JR 東日本の駅ネットで予約した切符は私の住む兵庫県で受け取ることができないというのがございます。旅をするにあたって少しのトラブルはつきものだというふうに割り切って、南国ムードが漂うヤシの木越しの伊豆の海岸線をゆっくり進むのも悪くはないというふうに割り切った方がこの先楽しく旅ができると思います。では熱海からおよそ50分、伊豆高原駅に到着です。ここでは約14分の停車時間がありまして、ちょっと外に出てみたいと思います。ちなみにこの駅の近隣には伊豆テディベアミュージアムというのがありまして、今は隣のトトロのぬいぐるみ展を開催しているようでございます。隣接する車両区にはロイヤルエキスプレスが留置されております。こちらは超豪華 VIP な列車となっておりまして、内装はゴールドクラス、それからプレミアクラスなどがありまして、ちょっとお高いですが一度乗ってみたいと思います。時間があるので3分ほど駅前の足湯に使ってまいりました。では伊豆高原駅を出発してしばらく行った伊豆白田駅付近でございます。次は伊豆稲取です。ご案内いたします。電車はこれより東伊豆海岸線を走行いたします。会場正面に見えております大きな島は伊豆大島、その右手三角の島は利島、平たい船のような島は飯島、さらにその先の島は神津島、利島と飯島の間に見えております島は三宅島です。伊豆七島の島々でございます。電車は現在東伊豆海岸線を走行しております。少々分かりづらいので Google マップの方で見てみますと、この赤い丸の付近から見ておりますので、利島と新島の間に三宅島が見えるということでございます。では列車は熱海からは1時間半、当初乗る予定だった踊り子号にまともに乗っていれば1時間遅れというようなところでございますが、終点の伊豆急下田に到着です。予定が狂ってしまったので少し変更しなければなりませんが、とりあえず駅前にあるこちらがサスケ花号、いわゆる黒船となります。駅の改札からこの黒船を挟んで道路の向かい側にあるのがレンタルサイクル屋、その名もチャリという分かりやすいネーミングのお店となります。ここの店主は風貌はいかつい感じですが、いろいろと教えてくれてなかなかいいお店だと思いました。下田にはここ以外にもあと2店舗レンタルサイクル屋があるようで、そこには行ってないので比べるのはどうかと思いますが、間違いのないお店だと思います。
借りた自転車は一見ママチャリに見えるかもしれませんが、スポーツタイプの電動機付きの自転車で、料金の方は使う時間によって変わりますが、私の場合は2時間1000円ということで利用させていただきました。さて、下田から海岸線を東に進んでいきますと、正面に見えているのが半島のような地形をした弁天島となります。ここはその昔一つの小さな島だったようですが、その後土地が隆起して半島のように現在はなっております。詳しくは柿崎弁天島というこの半島内には2つの神社がありまして、一つは弁財天を祀る佐木神社、もう一つはこちら下田龍神社となります。こちらの地形は地層がむき出しになった崖がありまして、少々神秘的と思える地形でございますが、こういったところに神社が建てられるケースがよくあるかと思われます。祀られているのはその名の通り龍神ということで、水上交通を司る神様だと思われます。あと言葉にかけて運を開く開運の方も司っているようでございます。さて、こちらに来てみたかった理由でございますが、この地層の案内と同じ案内板に書かれているのが吉田松陰ということで、この弁天島の祠に隠れて黒船に乗り込もうとした、そういう土地でございます。1854年嘉永7年、黒船来航としては2回目になりますが、この時夜暗くなるまで付近の祠に隠れて、強風の中一度は失敗したものの、2回目にはペリーの乗るポーハタン号の近くまで行き面会を求めたところ、ペリーはこの時日本にもこのような若者がいるのかと感心し、会うかどうか考えたようでございますが、後の外交交渉に影響を与えると思い、結局は会わずに終わったということでございます。もしこの時ペリーが松陰に面会しアメリカに連れて帰っていたら、後の松下村塾は開かれなかったことになるので、現在の歴史は少々変わったものになっていたかと思われます。こちらが松陰と弟子の金子の銅像でございます。さて、弁天島を後にしまして、今度は長距離を自転車で移動していきます。位置関係はこちらに下田駅、こちらが弁天島。拡大するとこのようになります。次に向かう生名姫神社は自転車で30分ほどかかるこちらにございます。東伊豆道路と呼ばれる国道135号線を通っていきますが、車道とは別に歩道が整備されておりまして、途中ちょっと狭いなと感じるところもございますが、だいたい安全に通行できるかと思います。こちらが道中の白浜海岸。ずっと絶景と言っていいほどの景色が味わえるコースとなります。では30分ほどで生名姫神社、別名白浜神社とも呼ばれますが、こちらに到着でございます。この神社は伊豆で最も古い神社とされておりまして、少なくとも西暦832年にはすでに由緒ある神社ということで記録があるようでございます。こちらのご神木が樹齢2000年でございますので、神社が創建された時に木が植えられたとしたら、もしかしたら縄文時代からある神社かもしれません。しかしながら正確なことは分からず、創建の年代は不明ということでございます。では健康長寿、それから金運など欲張った願いを叶えてもらうべく参拝いたしましょう。
拝殿の左奥に本殿があるようで、こちらは神域となっておりまして、参拝以外の目的でこちらには立ち入るなということでございますので、撮影禁止と書いているわけではないですが、この先は撮影を控えたいと思います。では本殿での参拝も済ませまして、境内から浜辺の方に向かってまいりました。決して神社内の拝殿や本殿をおろそかにするという意味ではございませんが、個人的に興味があってここに来てみたいと思う理由の一つが、この浜辺にある大明神岩の上に立つ鳥居でございます。日本にはこの他にも海辺に立つ鳥居としては鹿島神宮が有名でございます。鳥居を建てた理由というか発想としては同じだと思うんですが、おそらく海の向こうに見える太陽を拝めた、その手前に鳥居を配置したというふうな発想だと思われます。さらにここ生駒姫神社にはしめ縄に見立てたロープが岩と岩の間に張られておりまして、しめ縄は結界のようなもので、こちら側の邪気を向こう側に行かせないとか、あるいはその逆もございますが、だとしたら古代の人は自分たちが住む世界が邪気にまみれており、太陽のある神の世界に入れてはならないと、そんな風に考えたのでしょうか。あと宮島の厳島神社のように海の中に立つ鳥居もありますが、あれは日の昇る方向、太陽の方に向いていないので、おそらく全く違った発想を持って作られたかと思われます。これは明らかにしめ縄を意識したとしか思えないんですが、ものは普通のホームセンターに売っているようなロープでございます。では生駒姫神社を後にしまして、伊豆急下田駅の方に戻ってまいりました。予定が狂ったので当初行く予定だったのがこちらの根姿山。駅からはすぐでロープウェイに乗って上からの眺望を楽しむ予定でしたが、今回は見送らせていただきました。では駅構内に入ってきまして、待望のサフィール踊り子の方に乗車してみたいと思います。下田駅は東丹駅ですので、東丹側から一番手前にあるのが1号車、一番遠いところが8号車となります。1号車はプレミアムグリーン席ということで、2列の配置の革張りのシートを採用している贅沢な作りとなっております。2号車と3号車は複数の人数で乗車できるグリーン車、こういったボックス席あるいは展望席のような形の車両となっております。4号車は食事を楽しめるラウンジとなっておりまして、残りの5号車から8号車が一般的な座席、こちらもグリーン車という扱いでございます。その他設備も充実しておりまして、トイレは2両に1つついているというような豪華な設備となっております。一応トイレもご紹介しておきますと、ボタンで開ける扉になっておりまして、もちろん車椅子でも利用できるような、そんな風な仕様となっております。ではトイレの方は走行してから撮影した分で編集で順番を入れ替えてしまいましたが、サフィール踊り子4号16時39分伊豆急下田駅を出発です。
さて撮影している日付は12月4日ですが、今の季節なかなか日が暮れるのが早くて、まだ4時40分あたりなんですが、間もなく日没というような感じで日が暮れるのが非常に早い季節でございます。とりあえず一つ目の停車駅、可憐な桜をつける早咲きの河津桜で有名な河津に到着です。河津を出てしばらくしますと海岸線に出てまいりますが、暗くて正面の島が何の島なのかちょっと判別できないような、そういう感じになってまいりました。ちなみに昼だとこんな感じの風景が広がっているはずだと思われます。では伊豆急行線内では車両区のある主要駅伊豆高原駅に到着です。この次が伊東となります。この列車は特急サフィール踊り子4号東京行きです。次は伊東に停車いたします。伊東に近づいてまいりますと、そこそこ民家もあるようで、外の景色をちょっと映してみました。今回は伊東で宿を取っておりますので、こちらで下車してみたいと思いますが、 JR をまたがない伊豆急行線内だけですと比較的安価にサフィール踊り子に乗ることが可能です。ちなみにちょっと古風な伊豆急行のグリーン券がこちらとなります。では伊東駅で降りまして、この後は宿で温泉に入ってゆっくり休みたいと思います。今回は伊豆の旅ということで主に下田を回りましたが、ちょっと日帰りでは苦しいので今度は泊まりがけで回ってみたいと、そんな風に思えるような魅力のある街でございました。では最後までご視聴ありがとうございました。